ラーバスリトアニアマニアの橋本です。カウナスのオールドタウン街ブラロケ後編ですね、ご紹介していきたいと思います。で、自己紹介としてお話をしてきた、私のお話も今回うまくまとめて着地できればと思います。映画の業界に一瞬戻ったけどちょっと違うなっていうことで、お酒、リトアニアのミードっていうお酒と出会ってこれを輸入するっていうことにちょっと舵を切っていくわけなんですけど、お酒を扱うには免許が必要で、お酒の免許って取るための条件がいくつかあるんですけど、僕が取れる手段としてはお酒を扱う業種に3年以上関わることみたいなのがあって、なのでそのスペインワインの商社に関わらせてもらって手伝って勉強しながら、そこに在籍してる時にも一回リトアニアのお酒ね、輸入をそこの在籍時に一回やってるんですけど、なので多分2017年18年ぐらいにリトアニアのミードを買ったことがあるみたいな方は多分その私の前の在籍時に購入されてるんだと思うんですけど、その時もね私が担当はしてたんですけど、独立前だったってことですね。でノウハウを得て、独立するわけですけど、法人作ったりとか免許を申請したりとか、いろいろ大変でしたよね。それが2019年の秋ぐらいですかね。でその時コロナの直前ですよね。でコロナになるなんて思ってなかったですから、お酒の免許申請して2019年の11月に会社作ってるんで、そこから銀行口座作って、でお酒の免許の申請に入ったのが多分年末くらいだったんですよね。で審査に 2,3 ヶ月かかるんで、審査が終わってお酒の免許取れますってなったのが2月の末なんですよね。でこれもうコロナ真っ只中で、その後リトアニア行ってもう商談したりとかいろいろ計画してたんですけど、それも全部キャンセルになって、前途多難なスタートでしたよね。でもトロントとかイギリスで培ってきたサバイバル能力っていうんですかね、もう自分で言うのもなんですけど、ちょっとやそっとじゃ動じないメンタルが出来上がってたんで、それでもかなり食らいましたけどね。ここが一番低い底辺だと思って頑張っていったわけなんですけど、その後ね今度ウクライナの戦争が始まってまた大変な思いするんですけど、何しろでも大変ではあるものの、僕は妻とは2018年に結婚して2019年に会社作ってるんですけど、だから、この幸せな人生があるんだから多少大変でもいいじゃないっていう風に思えるんですよね。だからもしかしたらリトアニアのねいろんな製品が今日本に入ってますけど、お金にならないから撤退したりとかやめてったりっていう企業さんはもちろんいると思うんですよ。それはもちろんビジネスですから、利益をね生まないといけないですからっていうのはあるんですけど、それもちろんそうなんですけど、リトアニアを日本で紹介し続けるっていうところに僕は非常に意義を感じてて、で、何度も言ってその、素晴らしさみたいなのにも触れてますから、これをねいかに伝えるかっていうのはいろいろ大変なんですけども、リトアニアの素敵な商品を通してリトアニアに触れてもらうとか、あとはこういう YouTube とかもねあんまり慣れない中で編集したりとかいろいろやってますけど、
細く長くやっていけたらいいかなっていうふうには思ってます。僕なんで YouTube 始めたかって、マジで本当に YouTube なんか始めるような人間じゃなかったんですけど、やってしまえと思えたのは、ヒカキンさんの動画全然見ないんですけど、ヒカキンさんの一番最初の動画を見たんですよ。そしたら結構ひどくて、なんか今一線で活躍されてる方もやっぱりスタートの時は大変だったんだなっていうか、あんまりこう磨かれてない状態ってやっぱあるんだよなっていう風に思ったんですよね。とか、あと例えば僕はお笑いとか大好きなんですけど、これもしかしたらお笑い、さっき前回のお話でホラー映画が妻と趣味が合わないところだって話したんですけど、もしかしたらお笑いコメディのところも妻と話が合わないところかもしれないですね。妻は日本のコメディ全く理解しないんで、何が楽しいのそれみたいないうのを言うんですけど、僕はまあお笑い大好きでよく笑わせてもらってるんですけど、まあね、バイトしながらずっと大変な思いしてやっと優勝できましたみたいな人たまにいますよね。でそこから人生がガラッと変わったりしてるわけですから、なんかそういうのを見てると、なんか続けることって大事だよなっていうふうに思ったりするんですよね。続けていくことで知ってくれる人も少しずつ増えるわけで、でやっぱイベントとかにね出てると別のイベントが声かけてくれたりとかいうのもあったりしますし、SNS の活動っていうのは大事ですよね。これも継続してアピール し続けるっていうのは非常に大事かなと思います。僕のやってるのは実店舗をね持ってないんでね、オンラインショップとあとイベントに出て行ったりとかなんで、インターネットの力っていうのは非常に大きいですよね。でこのリトアニア専門の輸入業なんですけど、やっぱりまだまだこう資金的にも会社の規模も小さいんで、やれることにねどうしても限りがありますけど、その中でいろいろクラフトビール輸入してみたりとかいろいろチャレンジはしてるんですけどね、クラウドファンディングとか使ってね、ただまだまだやりたいこともたくさんあるけど、やれることの限りもどうしてもあるような状態なんで、いろんな人に知ってもらって、やれることを増やしていきたいなというふうには感じてますね。いつか本当にやれることが大きくなったらリトアニアだけじゃなくてね、バルト三国とかなんかそういうふうに大きくしていきたいなっていうような野心というか夢みたいなのはあったりはしますけども、まずはリトアニアをいろんな人に知ってもらうみたいなところですよね。僕今ウクライナの情勢とかの関係でね、どうしてもネガティブなイメージがあっちのこう東欧っていうんですかね、あの辺には持たれてるし、バルト三国はウクライナ支援が非常に手厚いですから、その反感買ってロシアに反撃食らうんじゃないかみたいなのも結構言われたりしてるんで、今旅行に行くとかはね結構後ろ向きな考え方の人多いかもしれないですけど、この戦争終わったら僕はバルト三国跳ねると思ってるんで、絶対その悪いことがあった後にはいいことあるんでね、その時にちゃんといろんな人にリトアニアの良さが伝わるような準備を今からしっかりやっていかないといけないですしね。コロナで大変な思いして、で今度戦争が始まって大変な思いして、そんな大変な思いしたんだから、ちょっとその後のこうリバウンドはだいぶ跳ねさせてくれよと思いますけどね。
なのでまあ継続してやっていけたらなと思ってますね。2019年に始めたんで、もうすぐこの動画公開される時には5年目に入ってるんですかね。令和1年の11月1日に会社を起こしてるんで、1並びだったんですよね、当時ね。いい日だなと思ったんで、その日にしたんですけど。まあ、ちょっとね、僕は、なんていうんですかね、プロ中のプロじゃないんで、人からお金取ったら、アマチュアだなんて、生ぬるいこと言うなみたいなのありますけど、人からお金はいただいてますけど、僕は自分がプロだっていう意識はそんなになくて、だってなんだって趣味でお金稼ぐ人いるでしょ。それと同じ感覚ですから。ただ、食品扱うんでね、気使わなきゃいけないところはたくさんあるんですけど、ソムリエの人とか、プロのもうキャリア何十年もあるようなインポーターの人のような、知識は持ち合わせてないけど、でもリトアニアのことになったら俺が一番だぞみたいな、そんな立ち位置になれるように、今コツコツ頑張ってるんですけど、結構現地のね、新しいクラフトマンたちが今出始めてて、幸いそういう人たちとつながれてるので、その辺の人間関係はね、非常に大きな財産として大事にしながらこの仕事を続けていきたいなというふうには思ってますね。はい。というわけで、カウナスの街ブラをしながら、私のこれまでについてちょっとお話しさせていただきました。引き続きリトアニアをよろしくお願いします。よかったらうちのお店でもお買い物していってください。それではまた。イキー。